年始ってこれも頑張るあれも頑張るって言ってあんまやんないんですけど、本当に今変わり始めています。肌が成長していく感じの肌育を感じるので、食生活が割ともともと終わっていてですね、髪の毛が今一番の敵みたいな感じになって頑張ります。私が計画している2025年の美容スケジュールについて皆さんにシェアしていきたいと思います。じゃあまずはですね、肌ケアからご案内していきたいと思います。私は美容皮膚科ですので、どういう風な治療をしていくかちょっとシェアしていきたいと思うんですが、見ていただくと結構多岐にわたるんですが、私はですね、今年の目標は IPL をやっぱりしっかりコツコツやっていこうと思っています。やっぱりですね、去年韓国でいろんな治療をしてみたんですけど、やっぱり美味しいとこをつまみ食いするとですね、どれもあまり達成できていない感じがしてですね、1個の治療をしっかりちゃんと皆さんと一緒にコースを組んでやってみようと再決意いたしました。で IPL のいいところはそばかすがなくなります。で私は結構肌が白目なので結構気を抜くとですね、そばかすシミが出てきてしまいます。なのでこの IPL をコツコツやっていると 2,3 回目ぐらいからあれなんだかそばかすも減ってきたしトーンアップしてきたなというのを感じる一番いい治療ですね。で結構女優さんとかでもどの治療してますかっていうとダウンタイムないので IPL とかトーニングをしている方多いんじゃないかなと思います。で、IPL はですね白と黒のコントラストで肌を当てていく治療になるので、肌が暗すぎるとですね全部をシミだと思ってしまって大やけどになってしまうので、私ちゃんと UV 対策してるんで大丈夫なんですけど、7月8月9月とかは皆さんにはできるだけ男性は避けてねっていうような治療になります。あとはプラピールですね。去年韓国でやってみて一番感触のいいピーリングはプラピールだったので、今年はですねプラピールをコツコツやっていこうかなと思います。でプラピールのいいところはやればやるほど栄養がお肌に入ってですね、肌が成長していく感じの肌育を感じるので、ちょっとコツコツやっていこうかなというふうに思います。あとハイドラフェイシャルですね。私もですね結構気にしてはいる方なんですけど、たまにハイドラフェイシャルをするとあれっていうぐらい汚れが取れますので、やっぱりこの夏の時期とかはやりたいなと思っているので、ちょっとこういうふうに書きましたが、気になったらやっていこうかなっていうふうに思ってます。あとケアシスですね。このケアシスは、ケアシスに限らず、例えばじゃあ私韓国に行ったら LDM にしてみたりとかするんですけど、ケアシスでも LDM でも何でもいいので保湿系の治療は必ずずっとやろうかなというふうに思っています。イメージで言うと美容院のトリートメントみたいな感じですね。お家で頑張ってリンスしてもですねパサパサしてきますけど、美容院に行くとブーストされて保湿されるっていう感じがケアシスみたいなイメージです。あとハリ脱毛、去年これやってすごくいい治療でした。眉周りの毛をですね結構やっていただいて順調に減ってきているんですけど、一発で 100% 減るものではないので、ちょっとこれもコツコツ続けていこうかなと思います。ハリ脱毛はかなり友達にも紹介して、私の周りの人もやり始めた治療ですね。結構おすすめです。あとはですね、私実はいろんな肌治療をしているので脱毛のタイミングがなくてですね、あんまり脱毛できてないので、顔脱毛も今年はちょっと挟んでいこうかなというふうに思っていますし、全身脱毛ですね。肌もちょっと顔ばっかりやっててですね、あんまり体最近やってなかったんでちょっとやろうかなというふうに思っています。ハイジオですね。これハイフの一部ですけど、去年韓国で私ウルセラしたんですけど超痛かったんですけど、やっぱりやっといた方がいいですね。お肌の土台として崩れないよっていう治療なので、ハイジを年1、半年に1回は優等生だな、年1で頑張りましょうっていう感じですね。あとは、オリジオになります。やっぱり時代は今流行りは高周波ですので、このハイジオとの違いとしてはですね、ハイジオは顔をぐっと引き上げるような、ポニーテールみたいな治療ですけど、名前似てますね。オリジオ、これはですね高周波になります。高周波は中心部に向かってぐっと引き締めてくれる治療になるので、この筋肉だけじゃなくてですね、皮膚とか脂肪も中心に向かって引き締めてくれることで、このたるみになるですねブルドッグ顔の部分とか、たるみでできるほうれい線とか、そういうのが良くなってきます。あとたるませておくとですね、結構皮膚の毛穴がですね涙型に落ちてくるので、たるみ治療もやっておこうかなと思います。
あとはチタニウムリフトですね。これ韓国でもやったし、リゼクリニックに導入してもやったんですけど、やっぱり即効性がありますので、ここら辺にやろうかなってペンって入れたんですけど、大事な予定があったら入れようと思います。本当にチタニウムは肌のトーンアップも結構叶いますし、たるみも即効性がありますので、一番ね、何かの直前にやる治療としてはいい治療じゃないかなと思います。見ていただくと結構コツコツ型の地味な施術が多いんですけど、なんかやっぱり私もコツコツやっていることでですね、将来的に切開リフトみたいないきなり過激なたるみ治療みたいにならないようにこれをやっていこうかなというふうに思っております。なので2025年の目標はコツコツ地味に今の治療として維持していくっていうのが私の目標になります。続いてはですね、歯です。デンタルケアについてお話ししていきます。私は実は気づいている方もいると思うんですけど、去年の秋ぐらいからこのインビザというマウスピース矯正を始めました。喋り方とかですね、なんだか歯についている感じとかで気づいている方いると思うんですけど、これですね、私もともと歯並びは結構いい方なんです。でもですね、唯一スキッパなのがちょっと気になっていて、なんか人に言うとですね、何がみたいな、やんなくていいよみたいな言われて、誰にも伝わらなくてですね、親とかにも伝わらなくて今までやってなかったことなんですけど、確かにワイヤーでやるほどではないんですが、ここがくっついたらなんか今後の人生良くなるかなと思って始めてみました。でこれやるとですね、22時間1日にやらなきゃいけなくてですね、私結構怠惰なので、なんかこうご飯食べた後に歯磨きせずぼーっとしてしまって3時間とか経ってしまうことがあってですね、ちょっと計画的にできていないので、今年こそは、春ぐらいまでに終わらせるぞというのを皆さんに宣言していきたいと思います。あとはですね、このインビザをやるときに先生にですね、一緒にホワイトニングできますよって言われて、ホワイトニングを買ったんですけど1回も開けていないんですね。でそのホワイトニングがですね、2時間夜しなきゃいけなくて、でも2時間って全然家でぼーっとしてるんですけど、いざやろうと思うとなんかできなくてですねなので今年こそはホワイトニングもするぞっていうことを目標にしたいと思います。で矯正をした理由としてはですね、前歯だけではなくて、やっぱ歯並びがいいとですね、顔のこのなんかたるみ感とかも変わってくるので、歯が整ってるとこの輪郭が変わるかなということで、今年はちょっと綺麗にして完了させたいと思いますので、ぜひ見ていてください。はい、ではですね、3つ目、ヘアケア、髪の毛になります。実はですね、私髪の毛かなりコンプレックスでして、すごい猫毛なんですよ。髪の毛がすごく細いので、なんかこう小さい頃からですね、うねったりとか、あとはなんかコテとかで巻いても全然キープしてくれなくて、結局ずっとショートみたいな感じなんですけど、今年というか去年から結構私は頑張って力を入れている美容施術になります。でもやってることとしては結構あります。まずシャンプーとかトリートメントを全部変えてみました。でこれも長い戦いでもう今3つ目ぐらいなんですけど、結構課金してるんですけど、どれもあまりピンときてなくてですね、次のシャンプーが終わったら、新しいシャンプーに変えるということで、今1リットルの新しいものが家に控えています。あとはですね、美容院でトリートメントをしてみたりですね、あとなんかこう美容師さんとかに相談もしてみてるんですけど、なんかこう相談しているうちにまた髪質が変わってきて、なんか年々細いだけじゃなくてうねるようになってきて、で結構これクリニックの患者様とかともお話が合うんですけど、なんか年々毛が元気がなくなっていき、うねってきてまとまらなくなってきますよねみたいなお話をしてるんですが、これはじゃあタンパク質だろうということでプロテインを飲んでみたりしていますが、あまり結果にはまだつながっておりません。あとはですね、日差し UV で毛がパサパサにならないように今年は日傘だけではなく直接帽子をかぶっていきたいなというふうに思うんですけど、帽子をかぶるとまた今度毛がねまとまらなくなるっていう悩みは尽きないっていう感じですが、であとはですね、やっぱり栄養をちゃんとタンパク質だけじゃなくてビタミンも取っていこうみたいな感じで、私の中で結構髪の毛が今一番の敵みたいな感じになって頑張っています。なので、2025年の目標はまずシャンプーをちゃんと見つけるっていうことと、あとはちゃんと栄養素を取って髪質を安定させる。ちょっと聞いてほしいんですが、あんまり私染めたこともないしパーマもかけたことないんですよ。
かもね、どうしたらいいかっていう感じなのでコメントでぜひ何かあれば教えてください。あともう一つ忘れていたんですけど、去年ドライヤーとコテも買い直したんですよ。15万円するドライヤーを買ったんですけど、実家とかに帰って違うドライヤーを使うと調子悪いなみたいな。で家に帰ってくるとみたいな感じになって効果は少し感じているんですが、そのコテとかを使った方がいいのか、むしろその高いコテで通した方がいいのか、これは最大の課題になっております。ちょっとこんな感じで、私が去年一番お金をかけたのは髪の毛です。解決していません。今年は頑張ります。あとは、美容のために生活習慣も変えていくのが今年の目標になります。年始ってこれも頑張るあれも頑張るって言ってやんないんですけど、ここに宣言しておくと、私はですね食生活が割ともともと終わっていてですね、すごいマックとかを毎朝食べたりとかしていたり、すごい牛丼とかをめっちゃ食べたりとかですね、あと天ぷらそばとかすごい食べたりとかして、すごいスタッフの中では私の食生活が終わってるっていうのは有名なんですけど、ちょっとさすがにやばいんじゃないかってことに自分で気づきまして、今年はですね本当に今変わり始めています。ご飯を玄米に変えてみたりとかですね、発酵食品を取ってみたりとかですね、ちょっと始めていますので、ぜひ私の肌質を見ていただきたいと思います。あとはですね、睡眠ですね。私本当にちゃんと寝ないと生活が崩れるタイプで、睡眠をちゃんととっとかないと肌もすっごい荒れますし、あとなんかフィジカルだけじゃなくメンタルもやられるタイプなので、7時間から8時間は寝たいなというふうに思っています。で今枕をすごい探しているんですけど、いいのがあったら教えてください。あとは、入浴ですね。やっぱりシャワーになりがちなんですけど、2025年になってから毎日ちゃんとお風呂に入っています。でやっぱり入浴はですね、しっかり毎日ちゃんとほんと5分でもいいので、血行が良くなるとですね、肌質だけじゃなくて髪の毛とかですね、あとはその全体的な元気も変わってきますので、やっぱ入浴って本当にバカにできないなと思います。なんか日本人のいい習慣ですよねっていう感じですね。あとなんか美容だけじゃないんですけど、2025年はもう来月も予約してるんですけど、結構ですね今年はセミナーみたいなのも受けてみようかなと思っていて、なんか美容医療とか医学の勉強ばっかりしているんですが、今年はちょっと違う勉強もしてみようかなということでいろいろやってみたいと思います。私もともと本を読むのが結構好きなので、なんか美容以外も結構何でもかんでも知りたいタイプで、去年は結構美術の年にしてみたので、なんか直島に行って現代アートを見てみたりとか、すごいなんかアメリカのなんかアートを見に行ってみたりとかしてみたんですけど、今年はちょっとそういうなんて言うんでしょう、中身の教養を上げていくために今年はちょっと音楽とか、あとは私今ちょっとリーダーシップを取りたいなというふうにもともとの SBC でですね、相川先生とかにも教えていただいて、セミナーとかも今年は行ってみようかなというふうに思っています。やっぱり私がいつも思うのは、かっこいいなとか綺麗だなって思う方って、そういう中からのその自信があるから、そのなんか肌ツヤが良くなって、なんか顔色も良くなって、なんだかすごくいい、かっこいいですねっていう感じになっていくと思うので、ちょっと中身から変えていきたいと思います。食事もです。頑張ります。はい、今回はですね、私の2025年の美容スケジュールについて皆さんとシェアしていきました。ちょっと今こうやって頑張って喋っていますが、1年後どんな風になっていたのか一緒に振り返っていきたいと思いますので、私の肌とか顔の調子とか、あとなんか姿勢とかですね、中から出てくるものをぜひ観察していただければと思います。ちょっとこれ私の次回にいたしますので、ぜひ皆さん一緒に見守っていただければと思います。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。